The road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. ハロー、あみです。今日は最近の1週間の朝ごはんを全部ドドンと紹介していきたいと思います。以前も同じ企画をやったんですけど、その時に皆さんにすごく好評でまたやってほしいっていうコメントをたくさんいただいたので、2回目やっていこうと思います。で、私の食事の方法なんですけれども、グルテンフリーっていうのを生活に取り入れています。要は小麦粉に含まれているグルテンを摂取しないという食生活を行っています。グルテンフリーを始めてから本当に体の調子も肌の調子も良くなったので、本当にね継続できているんですけど、とはいえ私はハッピーダイエッターというダイエットを心も体もハッピーにというやり方をね自分の中で心がけているので、ガチガチに絶対小麦粉製品取りませんっていうやり方をしているわけではなくて、人と一緒の時は小麦粉製品食べてもいいよっていう楽しんでグルテンフリーをやれる形をとっています。名付けてゆるグルテンフリーと私は呼んでるんですけど、なのでその小麦粉を食べないようにしているっていうこう食生活にもちょっと注目していただければと思います。朝起きてから水以外で初めて口にするものは生のお野菜かフルーツと決めています。この日はキウイでビタミンたっぷりいただいてから、大好きなあれを作っていきたいと思います。キノコ類は食物繊維が豊富でお通じにもいいので積極的にいただくようにしています。この日はしめじです。ふわっとしたオムレツを完成させるには卵はかき混ぜすぎない方がグッドです。友人からいただいた黒トリュフ塩、こちらを加えて風味を出していきます。牛乳も生クリームも加えずにオムレツを作るのですが、バターはその分ちょっといいものを使います。乳製品は四つ葉というブランドのものが好きで、作られ方がすごく安心安全なので意識してここのものを私は選ぶようにしています。そんな四つ葉のバターで先ほどのパプリカとしめじの、細かく切ったみじん切り、みじん切りの子たちを軽く炒めて、アボカドをすごく適当にほじって入れます。軽く炒めたら先ほどの卵液をさーっと流し込み、具材をちょっと中心に気持ち寄せたら、ここからは時間との勝負です。あ、忘れてた。はい、ここでチーズを入れたい人はパパパッと適当に入れましょう。はい、そうするとね、ふわとろチーズオムレツが出来上がります。はい、時間との勝負はここからだった。といっても私はオムレツを完璧に包む方法は取りません。なぜってそれは難しいから。ということで片側からちょん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 と端っこに寄せていきます。こうやってね、切れても大丈夫です。なんとかなります。フライパンの形を生かしてこんな風にもう端に寄せるだけで、あとはお皿をかぶせて、はい、ボン、ひっくり返せばオムレツ出来上がりです。そこにトーストしたプンパニッケルというドイツの黒パンを添えて、アイハーブで購入している濃厚なトマトケチャップをトッピング、そしてパセリを散らせばオムレツが主役のブレイクファーストの完成です。続いて火曜日はジューシーなオレンジをいただいたので、こちらをまずはいただきます。半分食べてもう半分はおやつにいただきました。続いてダイエッターさんのおやつにもおすすめなわらび餅風豆腐を紹介していきたいと思います。ちょっとっていう感じかもしれないんですけど、意外と美味しいんですよ。湯煎して温めた絹豆腐にきな粉たっぷり、そして私はアイハーブで購入しているシンプリーオーガニックのジンジャーをパパパッと加えたら、蜂蜜、こちらもアイハーブで購入しているものをパラーっとかけます。これでわらび餅豆腐の完成です。湯煎しなくても OK ですが、温めたお豆腐の方が満足感があって代謝アップしておすすめです。次の日、お味噌汁。水の状態から昆布を入れてふやかし、沸騰直前で昆布をさらばします。
これで昆布だしが取れるので、ここで鰹節を投入するんですけど、本来だったら、なんか今日動画を撮りながらね、味噌汁作ってたら、間違えてここでね、味噌汁をね、直で入れてしまったので、と思いながら味噌をこしております。映像では伝わってこない作者の心情でございます。そんなわけで仕方ないので、今日はね、この白だしをちょっと加えて味を調整しようと思います。ちょっとね、味噌汁作り失敗したな。そして動画を撮っているのでちょっと豪華に見せたいのにもかかわらず、青さがちょっとしか残っていなかった。そんなわけでちょろっと青さを入れたお味噌汁、海苔、ネギをトッピングにした納豆ご飯をいただきます。ここで私が納豆に加えているものを紹介します。MCT オイルというココナッツ由来 100% のオイルです。これはアスリートの方も食に加えているらしくて、脂肪を燃やしてすぐにエネルギーに変えてくれるという魔法のオイルです。そしてグルテンフリーの醤油を納豆についているタレの代わりに入れています。タレはですね、結構添加物が含まれているらしいので取らなくなりました。かけすぎた。翌日、この日の朝フルーツはみかんです。とそこにプンパニッケル再登場。はい、こちら改めて紹介いたしますと、成城石井や Amazon で購入できるライ麦 100% グルテンフリーのドイツの黒パン2回目でございます。こちらに前日の残りのカレーを乗せてチーズをパラッとかけてチン、トーストしていただきます。これまた残っていたキャロットラペがあったので、飾り付けに上にポポンと乗せていきます。そして粗挽きの胡椒を上からパラランとかけて完成です。次の日、撮影でふわふわの卵パンが朝食で出たので美味しくいただきました。この日は温めたアーモンドミルクに成城石井で購入したグルテンフリーのグラノーラをいただくという朝食です。これまたiHerbで購入しているドライフルーツを入れていきます。続いて体の中に溜まった悪いものを排出するために私が取り入れているのがプロラボというところの炭です。こちらのチャコールクレンズは塩コショウみたいにふりかけ式で使えるので手が汚れないところが気に入っていて、で炭を取ると食事に含まれている有害物質だったり油とかそういうものを吸着して排出してくれるので、体の中をきれいにするために私は生活に取り入れています。日曜日、四つ葉のバターをフライパンの上で溶かしたら、溶いた卵を加えて、この人チーズ好きだなって感じなんですけど、チーズを加えます。そして卵が固まらないうちにシャシャシャッと混ぜて適当スクランブルエッグを作ります。また登場、メステマッハのプンパニッケルの上に卵をふわんと乗せたら、はい、登場が気に食わなくて左からもう一回こんにちは。iHerb のケチャップも再登場です。こちらをパーッと乗せていきます。そしてここに、嘘でしょ？メープルシロップをかけます。こうするとですね、マクドナルド風の、何でしたっけ？エッグマックマフィン的な、甘じょっぱいさが癖になる味付けになるんですよ。そして、はい、私お得意のパセリ横断トッピングをして、縁についたメープルちょっと気になったかなと思いながら拭いて、ランチョンマットをセッティングしてコーヒーを入れたら、甘じょっぱさが癖になるマック風スクランブルエッグトーストの完成です。はい、ここまでお楽しみいただけましたでしょうか？ですね、私朝食に情熱をかけているのには理由がございまして、というのも朝昼晩ってやって夜ご飯を一番重点を置いてしまうと、やっぱり夜に食べ過ぎてしまうんですよ。ただ私は朝ごはんが一番好きで朝ごはんに情熱をかけているから、やっぱり朝お腹が空いた状態で目覚めたいので、その分やっぱり夜食べ過ぎるってことがないんですよ。やっぱり夜お腹いっぱいのまま寝るとそれってすごく
くね、太りやすい体を作りやすくなってしまうので、夜はちょっと消化のいい野菜を中心にしたものを食べて、そうね、朝ごはん美味しいものたくさん食べるぞっていうモチベーションでね、起きるのが好きです。以上、私の1週間の朝食でございました。この動画を楽しんでいただいた方は、高評価ボタンぜひチャンネル登録お願いします。また次回の動画でもお会いしましょう。アミシーこと石井亜美でした。